荒れた少年がたった一つの音に出会う。それがベーブ・ルースの人生を変えていく。それでは聞いていきます。ベーブ・ルース、後に野球の神様と呼ばれる男。だが、その人生の始まりは神とは程遠かった。1900年代初頭のボルチモア。貧しく荒れた町。ルースはその空気の中で育った。父は酒場を営んでいた。家には酒の匂いと怒号と喧騒があった。母は病弱で家族の形は常に揺れていた。幼いルースは家に居場所を見つけられなかった。外に出た方がまだ静かだった。ルースは問題児だった。学校を抜け出し街をさまよい、喧嘩をし盗みをし怒られ続けた。止める者はいなかった。そして止まる理由もなかった。7歳の時、父は決断する。この子は手に負えない。ルースは少年院に送られた。セント・メアリーズ工業学校。だが彼にとっては閉ざされた世界だった。高い壁、決められた時間、監督の土星。自由はなかった。だがその中で一つだけ違うものがあった。野球だ。初めてバットを握る。振る。当たる。乾いた音が響く。その瞬間、妙な静けさがあった。頭の中のざわつきがすっと消える。これだ。理由はわからない。だが確かにそう感じた。それまでどこにも収まらなかった自分が初めて形を持った気がした。ルースは夢中になった。朝から晩まで打ち続ける。投げ、取り、走り、また打つ。怒られてもやめない。やめる理由がなかった。野球をしている時だけ自分が崩れなかった。指導者のブラザー・マシアスが気づく。あの子は違う。スイングの軌道、打球の伸び、そして何より当たった時の音。他の少年とは明らかに違っていた。投げても同じだった。速いだけではない。重い、伸びる。打者は差し込まれる。捕手のミットが鈍くなる。だがルースは笑っていた。野球をしている時だけ自由だった。やがてプロのスカウトが現れる。あの左腕は誰だ。ルースの名前が初めて外の世界へ出た。1914年、契約。少年院の壁の外へ出る。だが自由は楽ではなかった。移動は過酷。金は少ない。食事も満足ではない。それでもルースは笑った。縛られていない。それだけで十分だった。ルースはすぐに結果を出す。投げれば抑える。打てば飛ばす。どちらも通用する。それが異常だった。やがてレッドソックスへ。メジャーリーグの舞台。最初は投手として扱われる。打撃はついでだった。だがルースの中では違った。マウンドに立つ。試合を支配する。それでもどこか満たされない。バットを握ると感覚が変わる。視界が狭くなる。音が遠くなる。ボールだけがはっきり見える。打つ。その瞬間、すべてが解放される。1918年、起用が変わる。投げて、打つ。だが、明らかに打撃の方が異質だった。打球が上がる。異様に高い。観客がざわつく。外野手が下がる。それでも届かない。ボールはそのまま消える。ホームラン。それはただの得点ではなかった。空気が変わる。試合の意味が変わる。野球の形そのものが揺れ始める。だがルース自身は変わらなかった。酒、夜、衝動。自由になった分抑えが効かない。それでも打席に立てば別だった。観客の声も記者の言葉も自分の生活も消える。ボールだけが残る。1919年、ホームラン29本。当時では考えられない数字。地面で点を取る競技が空で点を取る競技に変わる。その中心にルースがいた。そしてその年、レッドソックスは彼を手放す。理由は金だった。ニューヨークヤンキースへ。驚きはあった。だが迷いはなかった。どこであってもやることは同じ。打つ。ニューヨーク。
光と欲望の街。飲み込まれるのか、飲み込むのか、その答えはまだ誰にもわからない。だがルースはバットを握る。その瞬間、すべてが揃う。彼のスイングはこれからアメリカそのものを象徴するものになっていく。だがこの時のルースはまだ知らない。自分が野球を変えるだけでなく、時代そのものを動かす存在になること。ベーブ・ルースの物語はここから加速する。居場所のなかった少年は野球の中で初めて自分を見つけました。その才能はやがて常識を超える形で現れ始め、そして舞台はニューヨークへと移っていきます。続きをどうぞ。ニューヨークに来たルースは街の喧騒を吸い込むように歩いた。光、音、人、金、すべてが彼を試しているようだった。だがルースはひるまなかった。ヤンキースのユニフォームを着る。袖を通した瞬間、胸の奥が熱くなる。ここで打つ。その意志だけが彼を支えていた。初めての打席、観客のざわめきが波のように押し寄せる。ルースは深く息を吸った。ボールが来る。世界が静かになる。振る。当たる。音が響く。打球が上がる。観客が立ち上がる。ボールはフェンスを越えた。ヤンキースタジアムに衝撃が走る。ルースはニューヨークを掴んだ。街が彼を受け入れた。その年、ルースは54本のホームランを放つ。前代未聞の数字だった。野球は完全に変わった。スモールボールの時代は終わった。パワーの時代が始まった。ルースはスターになった。街を歩けば子供たちが群がる。新聞は毎日のように彼を取り上げた。だがルースは気にしなかった。打つことだけが彼の中心だった。だがスターになるということは自由を失うということでもあった。ルースは自由を求め続けた。酒、夜、女、衝動、それらが彼の生活を揺らし始める。だが打席に立てば別だった。すべてが消えた。ボールだけが残った。その瞬間だけ彼は整っていた。1923年、ヤンキースは新球場を完成させる。ルースが建てた家と呼ばれた。それほど彼の存在は巨大だった。開幕戦、ルースはホームランを打つ。スタジアムが揺れた。観客が叫ぶ。ルースは笑った。これが俺の場所だ。そう思えた。だが栄光の裏で体は確実に削れていた。暴飲暴食、睡眠不足、試合と移動の連続。体は悲鳴を上げ始める。それでもルースは止まらなかった。止まる理由がなかった。止まれば自分が崩れる気がした。1927年、ルースは60本のホームランを放つ。誰も届かない数字。誰も想像しなかった数字。ルースは野球の頂点に立った。だが頂点に立つということはそこから落ちる可能性を抱えるということだった。30代に入り体重は増え、動きは鈍くなる。批判が増える。もう終わりだ。昔の名前だけだ。そんな声が聞こえてくる。だがルースは笑った。打てばいい。それだけだった。1932年、ワールドシリーズ、シカゴ。敵地のブーイング、罵声、ヤジ。ルースはゆっくりとバットを構えた。そしてセンター方向を指さした。コールショット。伝説の予告ホームラン。次の球をルースは本当に打った。打球はセンターの奥へ吸い込まれた。観客が凍りつく。ルースは走りながら笑った。まだ終わってない。その笑みは少年のようだった。だが時は残酷だった。体は限界に近づいていた。動けない日が増えた。痛みが続いた。それでもルースは打席に立った。
1934年、日本遠征。ルースは世界中の子供たちに迎えられた。彼は驚いた。俺のスイングが海を越えた。その事実が胸に残った。だが、帰国後、衰えは隠せなかった。ヤンキースは静かに彼を手放す。ルースは静かに受け入れた。仕方ない。そう言ったが、胸は痛んだ。引退。バットを置く。その瞬間、人生の中心が消えた。ルースはしばらく何もできなかった。だが、彼は気づく。俺はまだ野球にいる。子供たちが彼のスイングを真似していた。街で、球場で、学校で、ルースはまだ生きていた。晩年、ルースは病に倒れる。体は痩せ、声は弱くなった。だが、目だけは輝いていた。野球の話をすると、少年のようになった。1948年、ヤンキースタジアム。ルースは最後にもう一度そこへ立つ。ゆっくりと歩く。観客がざわめく。背番号3。その数字が風の中で揺れていた。ルースは帽子を取る。一瞬、間があった。歓声が遅れて押し寄せる。その音をただ受け止める。何も言わない。それでも十分だった。彼はそこに立っている。それだけで全てが伝わっていた。やがて体を少しだけ傾ける。それが最後の挨拶だった。その年、ルースは静かに息を引き取る。だが、終わりという感じはなかった。どこかの球場で誰かがバットを握る。強く振る。当たる。乾いた音が響く。打球が上がる。空へ伸びる。誰かがそれを見上げる。ほんの少しだけ笑う。理由はわからない。ベーブ・ルース、まだどこかできっとバットを振っている。もしこの一振りが少しでも残ったなら、それはきっと何かを変えたいと思った瞬間を覚えているからです。その衝動は今もどこかで続いています。また次回の主役でお会いしましょう。